漫画業界に入りたい人、どれくらいそれは手が届くような夢ですか？まあ業界に入るっていうだけだったら別に全然手が届くと思うよ。漫画書いたらその後に出版社で別のところで働けるのか。そういうコミュニケーション取りたくない人が編集っていう会社員になれるかっていうところがまず私は漫画描くより、動画を作る活動はしているから、YouTube は出版社だと思って、もう YouTube はあなたの動画を使って宣伝入れるのは儲からないものになったら、捨てられちゃう気がして、出版社だからお金儲からないといけないし、なんか漫画家も結構簡単に捨てられちゃう気がして、やっぱチャンネルがうまくいってても、YouTube はいなかったら自分はどうやってお金稼ぐか。そうだね。まあでもそれは確かにそうだと思うんで、やっぱね、そのどっかに頼っている状態だけだと困るんだけど、なんかさ、自分漫画描いてる人たちで漫画をずっと描き続けたい、それだけしてたいとかいう人も結構いるのよね。でそれは別に悪いことじゃないと思うんだけど、その代わりでもやらないといけないことはいっぱいあるわけじゃん。生活するために必要なこととか、じゃあ漫画描いたらそのプロモーションをしないといけなかったりとかいるわけだから、それをやりたくないんだったらそれをやってくれる人を探す、見つけて置いたりして、その、自分の周りを漫画描くこと以外のことをやってくれる人をちゃんと固められれば、別に漫画ずっと描いててもいいんだから。なるほど。そうするようにしていくのが一番ベストではあるよね。お金とかいっぱい使っちゃうけど。そういえばその話で絵描きずっと続けたいっていうと、だったら必要なマネージャーとかアシスタントとか雇うしなきゃいけないし、その後にアセットストアでなんかせっかく作ったものとか販売してみて、他の漫画家に役に立ちそうな素材を作っておいて、絵をずっと描きたい人ならやらなきゃいけないことはちょっと増えますね。まあでもそうね、クリップスタジオアセットで背景出すのも結局ブランディング必要だと思うから、誰でも描ける背景を描けるのもいいことだけど、この人の背景がいいなって思える背景描けるのもいいことだから。例えばさ、ベルセルクわかる漫画？わかります。そのベルセルクの背景って独特じゃん。オリジナリティがあるでしょ。それを誰でも例えばさ、普通の僕が今ブラシで出した背景みたいなのじゃ困るわけじゃん。違うから。だからそういうこの背景じゃないと困るみたいな背景が描ける人とかみたいにブランディングもしないといけないなって感じはする。そうすると価値が生まれるから、背景を売る時の金額をちゃんとその適正価格というかさ、その安売りしなくてもよくなるというか。面白い。例えばなんかコメディでもギャグ漫画でも使えるんですよね。もし自分のスタイルはすごい軽いドラえもんっぽくスタイルでも、急ななんか怖いところがいて、ベルゼルクの背景急に入れたら面白いですね。そうね、その辺はね、背景というかアシスタントの仕事についてもこの先いろいろちょっと展開することがあるんじゃないかなって個人的には思っているので、その辺はね、知り合いのそのアシスタントの仲間の人たちと情報は共有しつつ、なんかこの先どうなるかっていうのは考えていってはいるかな。作曲となんか似たような気がします。作曲家になりたい時になんか選ばなきゃいけない。映画の音楽を作るか、ライブラリっていうような音楽を作る。印税がかかるような BGM、絵と同期されてるような音楽は作れないんだけど、ライブラリだったら印税がどんどん入ってくる。背景とかこういうモブキャラクターとかちゃんと書いて欲しかったらなんか人を雇って書いてもらうことだったけど、もっとライブラリ絵を使うような環境になってるのかな。そうだね。その背景の素材をストックしてるところが強いとは思う。たださっき言ったみたいにその独特の背景とかオリジナルの背景を描ける人っていうのも強くなると僕は思ってるから、その辺のなんか使いどころでまた生き方が変わるとは思うよ。漫画業界に入りたい人、ちょっとアドバイスとしてなんかどれくらいそれはなんか手が届くような夢ですか？業界に入るっていうだけだったら別に全然
手が届くと思うよ。ただまあそれを続けて生きていけるかどうかっていうところに関してはでもねまあ割と大丈夫だと思う今は。前に比べたら入りやすくなったと思うよ。それはなんでだと思いますか？入り口が別に出版社に投稿したりとかだけじゃなくてツイッターで漫画載せても入れるからさ。全然そっちで全然有名になっちゃってそのまま漫画家にのし上がっていく人だっているから全然ねいいと思います。入りやすいと思います。で入ってても仕事っていうものになるのか、なんか聞きたい。社員みたいなものじゃないですよね。じゃない個人事業主だと思う。じゃあどれくらいこういう個人事業主ような考え方は大事だと思ってますか？いやもうそれは根本的に個人事業主と思ってやっていかないといけないんじゃないかな。もう会社員ではないからさ保証はされてないから、まあ自分が書くのやめたら終わりだし、で書いてもやっぱりその面白かったり結果が出ないとさお金は稼げないのでそれこそねアッサンとしてとかだったらまたちょっと別のルートだけどまあある程度の収入は得られるけどもなんかこう爆発的にヒットさせてしっかり稼ぎたいとかだったらやっぱちゃんと書かないといけないしね。バクマンのアニメとかで見えて、出版社へ行っていろんな人がいるんですね。編集者とか、そのチームになってるいろんなチームになっててそれを見てじゃあ漫画家になったら連載ができて、次の連載もあってその後になんか編集者とかに移動できるのかとかその後に出版社の別のところで働けるのかそういう職場なのか、それか 99% は連載した後に多分連載が終わっちゃう。それか次の連載に行く、別になんかみんな必ず漫画描いたらその後に出版社で別のところで働けるのか。いや出版社はそもそもさ大学まあ日本だとその大学卒業しててしかもそれなりの大学卒業してないと入れなかったりっていうハードルが昔はあったのね。で今はもしかしたらないかもしれないけどもでも漫画を描いてる人が編集者になりたいと思うかなって感じはする。絵を描くのが好きだからもあるし、まあ逆は聞いたことあるけど編集さんやってて漫画家になった人とかね。そうなんですか。だけど漫画やってて編集側に行く人ってあんまり聞いたことないかなと思う。それはやりたくないからそれとも会社の作り方で難しい？まあ今は違うかもしれないけどそもそも昔はさその、人とコミュニケーションとかあんま取りたくないタイプの人が漫画家になってたからそういうコミュニケーション取りたくない人が編集っていう会社員になれるかっていうところがまずあんま人と会いたくない人と関わりたくなかったりさする人が多かったとは思う。今はまあそうじゃないかもしれないけどもでも職業として全く多分違うからさ同じ業界とはいえだからその今まで漫画をやってた人がいきなり編集になるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うけど。